おはようございまおはようごす。ざいます。私たちは新婚で無職になり、全国で美味しいものをたくさん食べながらハネムーンで日本一周をしている夫婦です。はい。ということで、本日はですね、タイトルとサムネにもなっている通り、我々去年4月から旅を続けて、なんと1年経過いたしました。はい。1年間、この旅を続けて感じたことであったり、あとはもう旅に出る前の理想と、旅に出た後のこの現実、なんかを話していこうかなと思います。はい。車中泊もね、我々初めてでしたからね。はい。はい。それでは、話していきたいと思います。レッツ1年。トークこういう時あんま使わないです。使わない。ということで、はいまずは車中泊についてちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、そうですね。そう、車中泊ですね、旅出る前ですね、理想としては、よくあるバックドア開けたら海目の前、バーンをイメージして、ああいうのがしたいなと思って、旅に出たんですけど、はい、現実はですね、海沿いに駐車できるところなんてほぼないということで。少ないよね、やっぱ駐車場がね。いやー、そうね、海沿いの道の駅とか、駐車場とかよくあるんだけど、それが本当に海に面してるところに車が止められるかって言ったら、またそれはまた別の話だ。そうね。まあ、結局私たちは、その道の駅で休憩させていただくことがね、多いんですけど、道の駅だから、あんまりそのね、景色いい朝みたいなのがないね。まあ、あと普通に道の駅でバックドア開けっぱとかは。できないしね。マナー的にできないんで。そうね。本当にそういうことができる場所も限られるなっていうイメージですね。そう。まあ、あと私で言うと、はい、結構その旅出る前は、車中飯。車中飯。憧れ、そうがあって、YouTube でこの簡単にできる車中飯調べたりとか、楽しみにしたの。実際始めてみたら、まずこの車水道がないんですよ。洗い物がめんどくさいから洗い物を出さないようにいかにこう、みたいな効率ばっかり考えたりとか、この時期、夏なんて特にもう窓を開けたとて暑いから、火なんて絶対使えないの。使えない。だから炒め物とかもできなくて、夏はもう暑いから火使わない米炊いておかず。まあ納豆とか缶詰、魚とかさ、そんなんばっかで、なんかどこがおしゃれみたいな。バンライファーとはみたいな。バンライファーとは言えないです、我々は。言えないです。バンライファーじゃないですよ。生活よ、ほんと。だからそのおしゃれな車中飯は、まあ憧れてたけど、結局、まあ効率とかね、そういう考えると、あんまりできなかったなっていう感じ。そうだね。それこそ、さっき言ってたのバックドア開けて、海を見ながらトースト焼いて、飲んで、がもう、バンライファーの憧れみたいな。そんなんできない。全然できなかった。できなかったというか、まあ、やる気もない。やる気がない。できなかったじゃできないのは言い訳だから、やる気がないんで。そう、やろうと思ってない。ちょっとめんどくさいんだよね。そう、結局めんどくさがりが出て。そう。調べて満足したという話。そういう話です。あと、あれは腰。そう。あと、もともと私腰痛持ちで、だからすごい心配されたの、親とか友達に、車で毎日寝るとか、腰大丈夫なのみたいな。すごい心配されて、で、実際マットレスとかも買ったんだよね。空気で膨らむやつとか。買って準備したんだけど、結局マットレス邪魔で下ろしちゃったし、そうで、まああとね、いける。意外と。1ヶ月も経てば全然なんか、これが当たり前で、これがもう自分のベッドって感じでめっちゃ落ち着く。このベッドが原因で腰が痛くなるとかはあんまないかな。なんか意外なギャップだったかも、それ。いけんじゃんみたいな。意外といける方のね、ポジティブな方のギャップや。そう。意外とね、このね、そう思ってたのは、旅出る前はこれ別に家にはならないなと思ってた。車はあくまで車だなって思ってたんだけど、旅出てからやっぱこれが家になって、長期で車置いてて別の場所行って戻ってくるとやっぱ落ち着くんだよね。落ち着くよね。てかもうなんかね、まあ、準備してるとこぐらいまではまだあれなんだけど、その布団入った瞬間とか、ただいま。そう、夜寝る時も、布団入った時、落ち着く、家だーってなる。そう。逆に良かったとこだよね。落ち着く場所がちゃんとできた。でも、あとは当たり前だけど、まあ夏は暑すぎるし、冬は寒すぎるっていう。覚悟してたんだけど、やっぱ想像の5倍はしんどかったね。でもやっぱ夏暑いのはまだ想像してたっちゃまあ、してた。けどやっぱ、意外だったのがもう冬寒いのは分かってたけど、毛布くるまればいけるだろうと思ってて、寒すぎて起きちゃう。日本でもダメなもんはダメだったりするよね。そうで、関東でそれだからね、やっぱもうほんと寒いところは冬、車中泊ちょっとほんと厳しいなって思ったよね。さあ、あとだからまあ寝るのはもしかしたらさ、冬用のシュラフとか買えばもしかしたらあるかもしれないけど、結局外は出なきゃいけないわけよ。水道もトイレもないから。歯磨きに行ったりトイレ行ったりするあの時間が地獄でしかない。いやもうマジさ、ダウンとか、やっぱ着れないんですよ。なんか、そう、だからパジャマにダウン着るのなんか嫌なんですよ。それはなんで
車中泊してるのに。それは意味がわからない。意味がわかんないけど、謎のその、こだわりがあって、なんか、まあ、普通あとめんどくさいんですよね。そう。結局もう前に荷物とか置いちゃったりするから、上着が行ったり来たり、ね。そう、めんどくさいからもう着ないで、もう、だったらもう急いで行こうって感じなんですけど、その間もう、極寒。ヒーヒーってるもんね。そんで走ってるところを寺田夫婦さんに見られたっていうありましたね。恥ずかしいですね。昨日走ってましたよね。恥ずかしい。恥ずかしいですけど。まあでもほんとそんぐらいもう寒くて、予想以上にしんどかったなっていうのは思いましたね。快適な時期は意外と短いよって。短い。本当に。そんな感じだよね。まあで、車中泊はこんな感じで、まああとは、生活面。生活面、はい。生活面で言うと、私たち常に家が違う場所にあるじゃないですか。ありますね。そう。まあ困るのが、病院に行きたいってなった時。かかりつけがないじゃないですか、どこにも。そりゃそうなんだけど。だからその都度検索しなきゃいけない。そうだね。そう、まず、病院がどこにあるのか、で、ここには何かがあるのか、みたいなのを一から探さなきゃいけないから、なんか、調子悪いなってなった時に、もうそっから全部。いやー、そうそうそう。予約しなきゃいけないのかなとかいうのを全部調べなきゃいけないから、旅出る前はさ、まあ、その都度行けばいいだろうぐらいの軽い気持ちだったけど、意外と大変だったっていう。大変だったね。探さなきゃいけないのが。その都度探さなきゃいけないから。そうね。めちゃめちゃ大変だよ。そうで、あと、まあ、病院に行ったものの、血液検査一回しましょうかってなった時に、結果が来るのが3日か4日後ですって言われて、もう次の日には移動しなきゃいけなかったんで、まあ、やっぱ、じゃあちょっとすいません、今回はなしで大丈夫ですっていう風になったりとか、要はその、とどまってない分、探すのはそうだけど、なんかその、受診の仕方もちょっと困るなってのはありますね。そうね。まあ、だからそれが何回もあっちゃ困るんで、我々一回ね、横須賀帰るタイミングがあったんで、二人で人間ドック受けました。ちゃんと人間ドック受けて、異常がないか調べてもらいました。はい、で、あとは、意外と実家の方には帰るな。そうなんですよ。なんか、日本一周するって言うとさ、なんか分割でやってるんですかとか言われるんだけど、私たちはまあ、分割じゃなくて、もう一括で2年で行きますよ、みたいな。そう、もう家は引き払ってるから、家ない状態でも2年旅しますよって言ってるんだけど、住所はうちの実家、横須賀の方にあるんで、まあなんか、何かしら予定があるたびに帰ることがあって、まあ近々で言うと私の免許更新で最近帰ったんですけど、この車は車検1年に1回。で、車検ってまあ荷物全部出さなきゃいけないじゃん。それを、まあ、ホテル泊まっても、この生活用品全部出せるかって言ったら無理なんだよね。無理なんだよね。ってなったら、まあ、やっぱ実家行って全部出させてもらってとかした方が効率いいかねっていう感じで、ちょくちょく3、4ヶ月に1回予定があって帰るみたいな。そう。旅する前は、旅って言ったらもうずっと出っ放し、で、年末年始帰るかなぐらい、とイメージだったんだけど、やっぱりそれでも今言ったみたいに、ちょいちょい帰んないといろんな手続きしなきゃいけないなっていうのがあったり、でそういった部分が出てくるかなっていうのは、やっぱこの旅して思いましたね。そして最後はですね、日本一周とか旅についてですね、これはまあ、旅に出る前は、各地いろんなところ行って、まあ、旅行の時のワクワク感を持って、もう毎日過ごせるんだろうなって思ってたんですよ。ですが、旅行が日常になってしまい、旅行の時のワクワク感みたいな楽しみ方は、ちょっと正直なくなってきている。完全に日常化しましたね、旅行が。そのスポットに行った時の楽しみ方、楽しんでる感じは変わらないんだけど、なんて言うんだろう、前段階の準備してる時のワクワク感とか、そうね。ああいうのが、やっぱない。飛行機とか新幹線乗ると目的地に急に着くじゃん。そんでなんかパン、わー着いた北海道着いたみたいな。車でじわじわ近づくから、なんか気づいたら、入ったそう、あれみたいな。そう、だから、あんまりその実感が湧かない。ここにいるっていう実感があんまり湧かないなっていうのはでかいかな。そうだね。特になんかイオンとか行ったらさ、地元のイオンじゃねえのかな、ここ、みたいな。まあ生活しちゃってるからね、しょうがないんですけど。そうだね。だから、観光地とか、動画に映ってる部分の楽しみ方は多分普通の旅行と変わんないけど、だからそれ以外の部分。そうだね。準備とか前段階の部分はやっぱそのワクワク感は今ないなっていう感じだよね。でもなんか、逆にこの旅してていいなって思ったのは、行きたいお店があっても、何個かあったら諦めなきゃいけないお店って出てくるじゃないですか。だけど、この旅はもう全部いけるっていう。例えばもうラーメンの動画とか、もう毎日そんなラーメン食うとしんどいじゃないですか、何食も。じゃなくて1日1杯ずつとかだったらまだいけるかな。行きたいお店は全部食べて、から次の県に行くことができるんで、まあそこはやっぱ良かったかなって思いますね。そうね。あとまあ定休日があったら諦めなきゃいけないことも、普通はあるけど、私たちはまあ1日待てばいけるからなとかが割とできるようになったよね。まあ、もちろんスケジュール次第ではあるんですけど。
そう、だからそこはやっぱ、その旅する前からも、こういうのいいなと思ってたから、そこは理想と現実、ちゃんと同じような感じで、そうですね。できてよかったなって思います。はいはいはい。まあ、あと、まあ、旅の理想としてはさ、やっぱりその、東北のお祭りとかさ、これ有名なやつ全部もちろん回りたいんですよ。結構コメント欄でもさ、ここ行ったのに、秋の紅葉見ないんですか？ああ、言われるね。なんか、ここ雪景色が一番綺麗なのに、とか、ここは季節何月だったら、と結構もらうんですよ。でも、どうしてもやっぱりね、なかなかね、その全部にシーズン合わせられないんですよ。いやー、無理だね。そう。そこは。そう。で、しかもやっぱその、ここの何月にここって決めちゃうと、そこ、他が急がなきゃいけなかったりとか、あんま先の予定まで立てられない。とかいうのもあるんで、まあ、シーズンはもう今回の2年の旅は、もうシーズン無視して、行けるところを行くみたいな。そうですね。その今の季節を楽しむっていう感じにしてて、で、日本一周してる間に、その知ったことあ、ここは紅葉が綺麗なんだとかさ、ここのお祭りは何月にあるんだみたいな情報はいろいろ入ってくるから、日本一周終わった時にそういう風に回れるように、まあ、下見みたいなのを兼ねて、今旅してる感じですね。やっぱりね、もう果てしないのよ、それ全部叶えるようにいっちゃうと。まあ、無理だね。ルート的にね、その、流れて回っていくから、引き返すとかも、なかなかできないからね。そうだね。まあ今行けるところを、その季節を楽しむようにしてますので。そうですね。あとなんかこの日本一周の旅出る前は、この日本一周の旅で、もう日本は満足して、旅行はあんまり国内旅行より海外旅行を重点的になるかなと思ったけど、いやむしろ日本国内の旅行の欲がさらに高まるっていう。そう。行きたいとこ増えた逆に。そう、行きたいところが増えた。そう。知識が増えて、ここの街にはこういうことがあるんだっていう風に覚えちゃったから、そうなんだよね。また来なきゃっていうね。そう。だから多分、またね、ちょっとずつこう、いろんな県に行きたいなとは思ってますね。思ってますね。はい。というわけで、1年間旅を続けた我々の、理想と現実という部分でお話しさせていただきました。はい。これからね、日本一周に出ようと思っているそこのあなた。いるかないるでしょあんまりいないけど。旅に出る前に、こういったこともあるよというのを注意していただけると幸いです。普通に日本一周じゃなくても、車中泊する方はいると思うので、まあ、前半の車中泊の話なんかは少しでも参考になると嬉しいです。嬉しいです。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。はい。で、私たちいつもはですね、観光やグルメなど動画を各県上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価もしていただいて、他の動画も見ていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。あと、インスタグラム、X、各種 SNS もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。リアルタイムの私たちや旅の裏側など、いろいろ載せてますので、ぜひぜひチェック、フォローお願いします。お願いします。というわけで、また次回バイバイ。また次回バイバイ。どこの県かな次はどこかなどこかな多分明日はなんかラーメンの動画が出るかも。おお、明日も出る？明日も動画が出るって？出ます。